再開しましたけど、どうでしょう。大西さんの講演会の URL、これですね。はい。吉行さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。から砂月に最近反ロシアイド安倍義弘さんが表に出てきませんねと。そうですね。安倍さん大丈夫ですということですね。安倍さんやはり病気なさったんで、その後の活躍があんまり表に出られないような状況かもしれないですね。ということです。そして今日の推奨本ですね。これはジム・ロジャーズさんのこれですね、日本への警告第45回目ですね。第4章家族とお金を守るために私が学んだ9つの法則ということで、今日は第7、9つの成功法則の中の7つ目ですね。子供の情熱も、尊重せよというところです。ここ読みますね。長女のハッピーが2歳を過ぎた頃、私は彼女をサッカー教室に通わせようとしたと。サッカー選手にしたいと思ったわけではないが、サッカーについて知ることに意味があると考えたからだ。ところが彼女は初日に教室から逃げ出したと。私はハッピーにサッカーを学ばせることを諦めたと。ハッピーの妹は男の子よりもサッカーが得意だったため、やはりサッカー教室に通わせようとしたが、彼女も別にサッカーを好きではなかったようだと。結局彼女もサッカー教室を辞めることになったと。今なら私が間違えていたことが分かると。成功するためには情熱が必要と理解しているにもかかわらず、子供の情熱を尊重していなかったのだと。子供の成長を望むのであれば、親が子供の道を決めるのではなく、子供が情熱を見つけられるように後押しをすべきだと。読書が好きなら好きな本を買ってあげればいいし、サッカーをやりたいと言い出せばその時にサッカーをやらせればいいのだと。だから私は娘たちに投資の方法などを教えてはいないと。彼女たちが投資に興味を持ち、私に聞いてくればその時に快く教えたいと考えていると。今私の娘が情熱を抱いているのは化粧品だと。私の価値観から言えば化粧に情熱を持つなど考えることもできない。しかしそれでも私は自分の価値観を娘に押し付けることはもうしないと。今は娘に化粧を許可し、本人がやりたいようにやらせていると。彼女の情熱が将来どのような形で花開くのかわからない。もしかすると世界的な化粧品の専門家になるのかもしれないし、そうではないのかもしれないと。化粧品の投資家として成功する可能性もあるが、新たに別の情熱を見つける可能性もあるだろうと。まあどうなるか分かんないが、親としてせめて10代の情熱の炎が消えないように励まし、そして後押ししたいと思っていると。いずれ娘が自分の夢を見つけることができたら、あとはひたすら努力することを望む。幸運は懸命に働く人に訪れるものだからだと。成功を望むのであれば決して怠けてはいけないと。最も本当に情熱を感じることであれば放っておいても一生懸命働くことができるはずだということで、そうなんですね。親はついつい親ができなかったことを息子とか娘にやってもらいたいと言って押し付けるわけですよね。だから子供にとっては本当迷惑な話で、それがトラウマになって、一生残る危険性もあるんですね。だから子供の情熱がどこにあるのかと、何が好きなのかということをまず見極めることが必要でしょうね。
というところです。そして次が8つ目の成功法則、お金について学ぶことを怠るなということですね。これは木曜日ですね。ということです。今日のメインテーマですね。現在、2回目だから5分だ。49秒だから、第1回目が何分ですかね。第1回目がフリーズしちゃって、これが21分ですね。第1回目が21分ということです。で、今日のメインテーマですね。今日のメインテーマは今の日本は安倍晋三内閣総理大臣による独裁国家であり、決して議員内閣制の民主国家ではないというんですね。で、自民党極右ファシスト三原純子参議院議員が、今の日本は私たちではなく安倍晋三総理一人が政権を握っていると指摘したことは全く正しいと。しかし三原純子議員は安倍晋三独裁政権を絶賛する立場で言っているのであり、安倍晋三自公ファシスト政権打倒の我々の立場とは真逆であると。この三原純子議員の指摘に対して、リテラ編集部は下記に引用する記事の中で、三原純子議員は日本が議員内閣制の民主国家であることすらも知らないと言って、彼女の指摘を全面否定していると。しかし今の日本が安倍晋三独裁国家であることは、全ての良識的な国民は見抜いていることであり、知らないのはリテラ編集部ぐらいだろうと。それではなぜ今の日本が安倍晋三独裁政権となったのか、独裁国家となったのかと。それには5つの理由があるということですね。ということで、第1の理由、日本国憲法第67条、内閣総理大臣の指名、衆議院の優越の規定によって衆議院の議席の過半数を握った政党の代表者が自動的に内閣総理大臣に任命するという議員内閣制となっていると。で、この67条なんですね。第1項、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名すると。この指名は他のすべての案件に先立ってこれを行うと。第2項、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより両議員の協議会を開いても意見が一致しないときは、または衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とすると。これ衆議院の優越ということなんですね。ですなわち日本国憲法第67条が規定する日本の議員内閣制は3つの国権ですね。立法と行政と司法のうちすでに2つの国権、立法と行政の管理支配権を1人の内閣総理大臣に与えていると。だからそうなんですよ。日本国憲法が安倍の一人独裁、を可能にしているということなんですね。その一つが67条、第67条の議員内閣制なんですよ。議員内閣制っていうのは一見民意が一番反映している議会で多数派の政党の代表者が内閣総理大臣に指名されるという一見ですね、民意が反映しているように見えますけど、実は一人の人間、安倍晋三みたいなとんでもないやつが立法権とそれから行政権の2つの国権を支配管理する権限を与えているっていうとんでもないことなんですね。から第2の理由、日本国憲法第6条、天皇の任命権第2項の規定で、
天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命するによって、日本の内閣総理大臣は最高裁長官の任命権を持つことになっている。これそうなんですね。憲法第6条の第2項、天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命すると。すなわち日本国憲法は3つの国権、立法、行政、司法すべてを管理支配する権限を一人の内閣総理大臣に与えているということなんですね。だから最初のいわゆる議院内閣制で3つの国権のうち2つの国権、立法と行政の権限をすでに、日本の内閣総理大臣に与えていると。だからすでに独裁的権限を持つようになっちゃったんですね。そしてさらに憲法第6条の第2項で、天皇の名において、内閣総理大臣は最高裁の長官を指名することが言えるということで、ですからこれで、日本の内閣総理大臣が独裁者となる3つの国権を一人で管理支配するようになるという法的根拠が揃ったんですね。第1、第2で第3で、戦後の日本を軍事政治支配していた GHQ マッカーサー連合国、総司令官、米国支配階級の代理人ですよね、は米国の傀儡政党が常に衆議院の議席を過半数占めるように、日本国憲法第7条2項と3項の天皇の国事行為の文言を巧妙に天皇の国政行為の文言に差し替えてあると。これは私が日頃言ってることなんですね。で、日本国憲法第7条、天皇の国事行為の項目の中に全部で10項あるんですけど、この2と3以外は全部いわゆる政治的意味を持たない、儀式的な国事行為の文言になってるんですね。宣言するとかね、あるいは認証するとかね、あるいは切除するとかね。ただ第2項、天皇は国会を召集する。第3項、天皇は衆議院を解散すると。この第2項、第3項に限ってですね、国事行為じゃないんですね。国政行為そのものの文言に差し替えられちゃってるんですよ。これは偶然じゃないんですよね。そうでしょ。天皇は国会を召集するっていうのはもう大日本帝国憲法と全く同じじゃないですか。天皇は衆議院を解散すると。国事行為じゃないでしょ。国政行為でしょ。だから本来の国事行為の文言であれば、第2項は天皇は国会の召集を公示する。第3項、天皇は衆議院の解散を公示するという文言になるはずなんですけど、これはもう巧妙にですね、マッカーサーがすり替えたんですね。なぜかと。それは天皇の名において、内閣総理大臣に、国会を召集する権利、衆議院を解散する権利を与えたんですね。そうすれば自分たちに有利な時を狙って衆議院を解散して総選挙をすれば必ず傀儡政党、後の自民党ですよね、は衆議院選挙で勝つと。ですから常に、自民党、傀儡政党自民党の内閣総理大臣が日本の政治行政すべてを一元支配できるという目的のためにこれを作ったんですよね。これは誰も指摘しないですけど、まさにそういうことですよ。これが第3の理由ですね。で、第4の理由、これは自民党、安倍晋三内閣総理大臣が所属する自民党というのはそもそも1955年に GHQ が日本を半永久的に米国の植民地支配するために、保守合同させて作った傀儡政党であると。ですから自民党出身の内閣総理大臣が常に日本を
独裁支配するようにありとあらゆる面で、米国支配階級がバックアップすると、自民党をバックアップするという仕組みが完成してるんですよね。だから戦後70年以上にわたって、傀儡政党自民党がですね、公明党創価学会のとの連立がこの20年以上続いてますけど、基本的には自民党、傀儡政党、自民党が日本の政治支配、政治、経済、行政、社会全体を支配する仕組みが出来上がっちゃってるからということだね。で、第5の理由、これはもう安倍晋三の個人的な素質、資質、とんでもない資質によって彼が独裁者的な資質を持ってるんですね、個人的に。これは何かというと、彼は反社会的な人格破壊者、サイコパスだと、から嘘つき常習者だと、から無知だと、から歴史の真実事実をねじ曲げる歴史修正主義者だと、から民主主義を否定する極右ファシストなんだと、から勝手に解釈変更して憲法を骨抜きにする憲法破壊者、から憲法改正の美名のもとに日本国憲法を亡き者にして戦前の大日本帝国憲法に差し替えて天皇制軍事独裁体制復活を無双する愚か者なんだと。から法律無視の無法者、国民資産横領の大犯罪者、米国のジャパンハンドラーズの操り人形、日本国民を米国支配階級に売り渡す売国奴から第三次世界大戦に誘導するネオコンシオニストの工作員、世界平和破壊の軍国主義者と、世界金融恐慌に誘導するロシアとコスタキンマフィアの工作員、国民生活破壊者、大日本帝国を復活を無双するパラノイアだと、妄想変質狂だと、差別排外主義者だと、から 100% 税金で生活する寄生虫だと、弱者をいじめて喜ぶ無慈悲な残酷なマゾシストだと、マゾだと、から冷血な復讐の鬼だと、祖父岸信介の背後霊に取りつかれた呪縛男だと、マザコンだと、苦労知らずの世間知らずのお坊ちゃんだと、コンプレックスの塊だと、勘違い男だと、こういう安倍晋三個人の個人的な素質によって、彼は独裁者になったということなんですね。母親から岸信介を押し付けられて現実離れした良い例が安倍晋三と、そういうことですね。というのが今日のメインテーマです。ということで、ポイントだけアップしますかね。だから全部で5つの理由を挙げましたけど、第1と第2が日本国憲法自体が独裁者を生む規定を持っていると。これは3つですね。1と2と3ですね。1っていうのがいわゆる憲法第67条の規定している議員内閣制、衆議院の議席の過半数を得た政党の代表者が自動的に内閣総理大臣に任命されると、指名されるということなんですね。ここでもうすでに国権3つの国権のうち2つの国権、立法とから行政の国権が1人の内閣総理大臣の手に握られると、独裁の目がもうあるわけですよね。から2つ目が日本国憲法第6条の天皇の任命権という名の下で、実際は内閣総理大臣が最高裁長官の任命権を持っているということで、3つの国権の全て、司法権も日本の内閣総理大臣が持っちゃうということで、
立法とだから議院内閣制による立法と行政、そして憲法第6条の第2項によって司法の、管理支配権を一人の人間が握っちゃってるということなんですね。で第3の理由、これがいわゆる、衆議院の議席の過半数を常に、獲得できるような仕組みを GHQ マッカーサーが日本国憲法の中に埋め込んだということで、その埋め込んだ先が憲法第7条の天皇の国事行為という中の第2項と第 3項なんですね。で天皇は国会を召集する、第3項天皇は衆議院を解散すると、こういう国事行為ではなくて国政行為の文言に差し替えているということで、これを根拠にして、自民党歴代の自民党内閣っていうのは、衆議院の解散権は首相の専権事項であるという憲法違反の大嘘をついて、ほとんど2度の例外を除いてこの70年以上戦後日本の政治を自民党が独占支配できるようになったのはこれなんですよね。でこれが第3の理由で、第4の理由が、自民党っていうのが米国支配階級の傀儡政党であると。この傀儡政党が常に傀儡政党自民党の出身者が内閣総理大臣になるように、常にですね、アメリカ支配階級はさまざまな点で、自民党を支援するということなんですね。自民党を支援するっていうのは野党を蹴落とすとか、野党候補を自民党に立てつく野党の指導者を殺すとかですね、そういうことを含めた全面的な傀儡政党自民党の支援体制が完成されているというのが第4の理由。そして第5の理由が安倍晋三個人の個人的な性格素質の問題なんですね。これで、今の日本は安倍晋三内閣総理大臣による一人支配の独裁政権だということなんで、リテラの編集部が三原純子は何も知らない無知な女だと、日本は議院内閣制によって、による民主的な国家なんだと、血迷ったことを言うなというふうに記事で言ってるのは全くの間違いなんですね、これ。ということです。どこまで、そっか、今日のメインテーマのポイントをアップしておきます。母親から岸信介を押し付けられて現実離れした良い例が安倍と、これは読みましたね失礼しました。ということで今日のメインテーマ、ジム・ロジャーズさんの今日読んだところのポイントだけでもアップしておきますね。これですね。そして、今日のメインテーマ、今の日本は安倍晋三内閣総理大臣による独裁国家であり、決して議院内閣制の民主国家ではないと。だから彼は、私は立法府の長ですというふうに言ってるんですよ。まさに立法府の長なんですよ、あの人は。制度上は違いますけど、立法府の長であり、行政府の長であり、最高裁の長だと。そして天皇も支配するという絶対的な権力を握っちゃってるということでしょ
で三原純子が正直に現実を言ったわけですよね。私たちが政権を握ってんじゃなくて安倍総理一人が握ってんですよと。これ正しいんですよ。で彼女はただ立場が安倍総理が独裁的に支配していることはいいことなんだという絶賛あるいは賛美する立場で言ってるんですけど、我々は逆なんですね。自公ファシスト政権を打倒して、市民革命政権を樹立するという立場なんで、立場が真逆だということなんですね。でこの三浦淳子の指摘に対してリテラ編集部は記事の中で、三浦淳子は日本が議員内閣制の民主国家であることすら知らないと言って彼女の指摘を全面否定してるんですね。でしかし今の日本が安倍晋三の独裁国家であることは全ての良識的な国民は見抜いていると。知らないのはリテラ編集部ぐらいだろうと。まあこれはちょっと冗談めかしに言ってるんですけど、リテラも十分知ってるわけですよね。ただ議員内閣制が正しいと思っていることが間違ってるんですよね。議員内閣制自体によって安倍の独裁体制が築き上げられているということを見抜かないといけないんですね。じゃあなぜ今の日本が安倍晋三独裁政権となったのかと。これには5つの理由があるということで、第一の理由、これは日本国憲法の第67条の議員内閣制の規定ですね。67条。これは内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名すると。この指名は他のすべての案件に先立って行われると。で国会って書いてありますが、これは衆議院が優越してますんで、衆議院の議席の過半数を握った政党の代表者が自動的に、またあれだ、何なんだろうねこれね、フリーズしてるねこれ。平気ですね、ダブってるわ。はい、76条の議員内閣制のによって衆議院の過半数の議席を獲得した政党の代表者が自動的に内閣総理大臣に指名されると。このことが結局日本の内閣総理大臣の独裁を許してるんですね。すなわち日本国憲法第6条が規定する日本の議員内閣制は3つの国権、立法行政司法のうちすでに2つの国権、立法と行政の管理支配権を一人の内閣総理大臣に与えてるんだと。ここなんですよ問題。だから大統領選がしかないんですよね日本は。いわゆる行政のトップは選挙で直接選ぶと、フランスみたいに。アメリカの大統領選挙制度っていうのは全くのインチキですからね。独立してから250年以上経つのにまだ代議員制度、インチキな代議員制度を使ってると。直接選挙すれば明快ですよね。票数で代議員なんかいらないでしょ。フランスみたいに直接選挙をしてで、50% に満たない場合は上位2社で決選投票すると。それをやればいいんですよ。リテラは才蔵の経営ですから信用するのは危ないですと。才蔵、そうなんだ、砂月にさん。
そうなんだ。結構あれですよね、リテラが言うことは、才蔵が言うことじゃなくて、リテラが言うことは結構正しいので、私は一番多く、必ず、ほとんど毎日の今日の重要情報はリテラの記事をアップしてるんですけど、今回のこれはおかしいですよね。才蔵っていうのはそうなんですかね。才蔵とかリテラのオーナーっていうのが、彼じゃないですか、農学者の戸辺淵っていうんですか、彼ですよね。で、第二の理由、これは憲法第6条の天皇の任命権の中で、天皇は内閣の指名によって最高裁長官を任命できると。天皇はですね。だから常にあの微妙な問題に関しては天皇を持ち出すんですよね。非常に巧妙なんですよね。だから彼らは、日本人っていうのは天皇という天皇制とか天皇が出てくると思考停止するという習慣を持っていることをちゃんと分かってるわけですよね。だから最高裁の長官の任命権を、例えば憲法第、6条の 2項で、内閣総理大臣は最高裁長官を任命する権利があるというふうに書けばおかしいんじゃないっていうふうに、三権分立の原則に違反してんじゃないかっていうふうにクレームが来るわけですよね。あるいは憲法、さっき言いましたように憲法7条の2項3項で、天皇はじゃなくて、内閣総理大臣は国会を召集する権利があると。第3項、内閣総理大臣は衆議院を解散する権利があるというふうに書けばおかしいんじゃないっていうのになるんですけど、天天皇という名が出てくると、みんな思考停止して、そのおかしさが全然分かんなくなると、批判が出てこないということなんですね。非常に巧妙ですよね。だから前にも言いましたように、アメリカっていうのは特に1942年のミッドウェー海戦で日本の空母4艘が撃沈されたと、大敗北をしたということを契機にして、この戦争は勝てるという前提で、戦後の日本をいかにして憲法を含めて支配するかというプロジェクトチームをもう打ち立てて、日本国憲法の条文もですね、すでに彼らが用意してたんですね。だから1週間10日で日本国憲法を作ったと。GHQ の民政局が主体となって、いわゆる重原内閣の中の憲法調査会、松本常司の憲法調査会の内容があまりにも大日本帝国憲法とそっくりだということに驚愕したマッカーサーが、急遽民政局に命令して10日で、作ったんだという神話が流れてますけど、私は違うと思いますよね。これほど巧妙に、表と裏をですね、二重構造を作ったのは10日間ではできないですよ。第2の理由で、第3の理由、そうか、これ憲法第6条の2項、天皇の任命権。本当、天皇が出てくると日本人は思考が停止しちゃうんですよね。ですなわち日本国憲法は3つの国権、立法行政司法の全ての支配管理する権限を一人の内閣総理大臣に与えてるんだと。これで日本の内閣総理大臣が独裁者となる法的根拠が
もう日本国憲法自体にあるんですね。から第3の理由、これはさっき言いましたように、えーっと日本国憲法第7条の2項と3項の文言を差し替えたと。これは常に衆議院、衆議院、を解散する権利を内閣総理大臣に与えることによって、常に、傀儡政党から内閣総理大臣が選出されるように仕組んだんですね。解散権を与えれば自分たちに都合のいい時に衆議院を解散して総選挙すれば必ず勝つわけですよね。で、第7条の2項3項の天皇の国事行為の文言、国事行為の文言で国会を召集するとか衆議院を解散するっていうのは違うでしょう。国政行為の文言でしょう。だから本来だったら国事行為の文言はこうなると、公示するっていうのなんですよね。第2項、天皇は国会の召集を公示するっていう文言なんですね、国事行為は。第3項、天皇は衆議院の解散を公示すると。これが公示するんじゃなくて召集する、解散するになっちゃったんですね。これが3つ目の理由で、4つ目の理由、これは傀儡政党自民党が常に衆議院の過半数の議席を取り、自民党出身の内閣総理大臣が常に日本の政治を支配するように、アメリカ支配階級は自民党に対するありとあらゆる支援援助をしてきたということなんですね。これが第3で、第5の理由、これは安倍晋三の個人的な資質の問題なんですね。こういうような資質を持っているということで、嘘つき、常習、サイコパス、反社会的人格破壊者だと。それから無知の帝王、それから歴史の真実事実をねじ曲げた歴史修正主義者だと。民主主義を否定する極右ファシスト、勝手に解釈変更して憲法を骨抜きにする憲法破壊者と。から憲法改正の美名のもと、日本国憲法をなきものにして戦前の大日本帝国憲法に差し替えて、天皇制軍事独裁体制の復活を無双する愚か者と。から法律無視の無法者、国民資産横領の大犯罪者、それから米国のジャパンハンドラーズの操り人形と、日本国民を米国支配階級に売り渡す売国奴と、第三次世界大戦を誘導するネオコンファシストの工作員であり、世界平和破壊の軍国主義者と。これほどの悪の素質を持っている人間というのはめったにいないでしょうね。
から世界金融恐慌を誘導するロシア領国際金融マフィアの工作員であり国民生活破壊者と、から大日本帝国の復活を夢見るパラノイアと、妄想変質教と、から差別排外主義者と、差別主義者排外主義者と、それから 100% 税金で、生活する寄生虫パラノイアと、弱者をいじめて喜ぶ無慈悲で必要なマゾですね、マゾシスト、マゾシストそれから冷酷な復讐の理と、だから彼に反対したり批判する人に対して徹底的にしつこく追い落とすって言うんですね。祖父岸信介の背後霊に取りつかれた呪縛男とマザコンと、から苦労知らずの世間知らずのお坊ちゃんと、いろんな側面を持ってるんですね、この男は。そしてコンプレックスの塊であり勘違い男と、これほどの悪の素質を持っていると、珍しいですよね。それが日本の最高権力を握っちゃってるという悲劇ですね。そして、これが関連記事として三浦淳子を批判をしたリテラの記事。これここでは主要なところしか取り上げないんですけど、全文をですね、注目記事の中で取り上げましたんで、ということです。今日のメインテーマですね。時間が43分12秒ですね。で最初が20何分ですから、まあ今65分ぐらいですね。ということです。で今日のトピックス最初、背後に利権と不公平試験をご利押しした下村元文科省の滞在という日韓現代。これ結局英語試験の民間、英語試験の採用を決めたのが下村が文科省だった時期なんですね。だから彼の利権なんですよ。そして教育業界から献金、をもらってたというのがこの、日韓現代の記事ですね。こんな人間が相変わらず国会議員であり自民党の幹部であり高額な議員報酬をもらっているというのが日本の現実ですよね。日韓現代下村。それから香港でも250度 C の催涙弾、警察強硬化と拘束3000人超というすごいですね。強行突破しようとしてるんですね。なんか催涙弾がイギリスから調達してた催涙弾ではなくて、イギリスが禁止したんで、輸出禁止したんで中国製の催涙弾を使ってて、それが高熱を発すると250度 C になるという、やけどで死にますよねこれね。から反魚で高まるセウル号惨事全面再調査の声ということで、
惨事の責任者122名を告発というハンギョレ新聞。これ韓国の市民運動ってすごいですよね。根気よく、要するに、責任者全員の名前を掲げて彼らを徹底的に追及する要求を出すという。ということですね。砂月さん、コンティニューコインですね。それから同じハンギョレ新聞で、チョ・グク前長官の調査のみ残した検察、公職者倫理法を超え贈賄罪の適用は可能かということで、検察はすでに3人逮捕してるんですね。妻と、それから弟と、それから後藤新の甥いかなんか、いわゆる、株で、利益を得たということで、張前長官も知ってたんだろうという前提で彼を逮捕するように韓国検察は狙ってるんですね。今その辺の最終段階に来てるんじゃないですかね。から5番目、トランプ氏に脅威感じたと前駐ウクライナ米大使が証言ということで、これ女性の駐ウクライナ大使が議会で秘密の公聴会で証言したという内容ですね。これですね。トランプもあれですね、パリ、温暖化防止協定からアメリカは離脱するということを一方的に決めて、通告したみたいですね。もう完全に土地狂ってんないですわ。で最後に、今日のメインテーマで取り上げました三浦淳子議員は議員内閣制も知らなかったと。私たちは政権取ってないと。握っているのは総理大臣だけと自信満々でというリテラの記事。この記事自体が間違ってんだよね。でこれの記事の URL とさっきアップしましたけどね。ということです。最初が21分ぐらいでフリーズしちゃって、で再開して2回目が48分ですから、まあ大体合わせて60分とか65分ぐらいですね。ということで、現時点での視聴者数が42名様、全体で84名様、コメント43件ということですね。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。今日火曜日の放送はこれで終わりです。現在日本時間で、23時11時3分ですね。お疲れ様でした。砂月さんで、明日水曜日はお休みということで木曜日ですね、またできたら9時から9時半の間に放送を開始したいということなんで、もしよろしければまた合流してくださいということです。ということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。